今週は節約食材を使います。5日分の夜ご飯おかず。夏休みでちょっと節約したい方にもぴったりです。献立から買い物リストまで載せているので、夜ご飯作りの参考になれば嬉しいです。今週の買い物リストはこちら。ということで、今週は安い食材たちを使い回して夜ご飯を作っていきたいと思います。こんな感じでいつも安い食材たちを使っていきます。お盆明けの献立になると思うので、少し財布の紐を締めたいなとか節約したいなって方にぴったりのレシピです。お肉類はちょこちょこ冷凍で余ってるものがあるので、そちらを使っていきます。このまとめ買いしてきたものたちは長持ちするように野菜の下準備をやっていくんですが、いつもやってるからわかるよって方は概要欄に目次を載せているので、ぜひ好きな献立から見てみてください。ということで、今週も頑張っていきましょう。ミニトマトは彩りに欲しかったので買ったんですが、結構今日高かったりしたので、ない場合はなくても OK です。ということで、トマトはヘタを取って他の野菜と一緒に洗っていきます。きゅうり、人参、ピーマンも一緒に洗ってざるにあげて乾かしておきます。もやしは数箇所穴を開けてチルド室へ。予定通り月曜日使う場合はこのままにしといて月曜日使っちゃっても大丈夫です。もし長めに保存したい場合はこんな感じで根元を濡らしたペーパーで包んで袋に入れて保存します。この時葉っぱの上までしっかり覆うのがポイントです。きのこ類はほぐして準備しておきます。えのきは石突きを取ってほぐしておきます。私はほぐして真空容器で保存しています。長持ちさせたい場合は冷凍しても OK です。エリンギは使いやすいように事前に切っておきます。半分に切ったら薄切りにしてすべて保存容器に入れていきます。こちらももし冷凍する場合は、私はラップにこんな感じで使う分量ごとにラップで包んでも OK です。そうしたら洗っておいた野菜も片付けていきます。水分が残っていると傷みやすいので、しっかりと拭き取ったらトマトはガラス容器へ、残りは鮮度保持袋に入れて冷蔵庫で保存します。胸肉だけは1枚買ってきたので、こちら下処理しておきます。金曜日の鶏的に使う胸肉を準備しておきます。皮を取ったらフォークで穴を開けて恒例の塩麹を揉み込んで柔らかくしておきます。今回は1枚で使う予定なので、特に切ったりはせずこのままラップに包んで冷凍しておきます。はい、ということで今週の下準備はこれでおしまいです。節約食材って言ったら何をよく使いますかね。私はもやし、小松菜らへんが多いんですけど、皆さんのよく使う食材があればぜひ教えてください。ということで今週もスタート。本日はこちら豚ひき肉と小松菜を使って卵とじにしたいと思います。パパッと炒めて作れるものなのでぜひやってみてください。月曜日は88円だった安い小松菜を使ったメインおかずです。まずはお味噌汁から準備していきます。お鍋に水を入れたらだしパックを温めておきます。この安丸だしは結構濃いめだったので、お水を最近500から600にしています。続いて節約で欠かせないもやし、こちらはピリ辛ナムルにしたいと思います。もやしってでも19円ぐらいだった気がするんですけど、最近割とお値段しますよね。もやしは洗ったらちょっと多かったので半分使っていきたいと思います。残りの分は容器に入れて水につけて保存しておきます。ナムルには少しきのこも一緒に入れたいと思います。できるだけ腸活を意識したくてきのこを取り入れるようにしています。そうしたらレンジで3分加熱しておきます。続いてメインに使う小松菜を切っていきます。味噌汁用に残しておきます。後日お味噌汁に使う1株分を残して、残りは洗って5センチ幅に切っていきます。
切り終えたら後ほど使うのでバットに入れておきます。茎と葉っぱを分けておくと後で使いやすいです。レンチンしていたもやしは戻ってきたら水気を切って冷ましておきます。続いてお味噌汁に使うキャベツを準備します。今日使う分の2枚を取ったら芯を取った部分に濡らしたペーパーを詰めてラップに包んで残りを保存していきます。今日使う分のキャベツは洗ってザクザクと切っておきます。だしパックは 3,4 分煮たら取り出してここにキャベツを入れていきます。思ったよりもえのきがいっぱいあるのでこちらにも入れちゃいます。この安丸だし結構味が濃いのでお好みでお味噌なしでも美味しいかなと思います。続いてメインに使う卵も溶いておきます。メインは炒め始めると一気に仕上がってしまうので事前にこういう卵を溶いたり調味料を出したり準備しておくとバタバタせずに済みます。準備ができたのでメインを作っていきます。油をひいたフライパンに豚ひき肉を入れて塩コショウをして色が変わるまで炒めていきます。ひき肉の色が全体に変わったらまずは小松菜の茎を入れて一緒に炒めます。こういう炒め物をするとき葉物はすぐにしんなりしてしまうので最後に入れるようにしています。 1,2 分炒めて小松菜の芯がしなっとなってきたら調味料を入れてさらに炒めていきます。ここで味見をしたらちょっと物足りなさがあったので砂糖と醤油を足して整えました。調味料が全体に混ざったら小松菜の葉っぱを入れて1分ほど炒めて最後に卵で閉じていきます。葉っぱはこの時こんな感じで大きく残ってて大丈夫です。溶いておいた卵を入れて優しく混ぜたら半熟ぐらいで火を止めて出来上がりです。それでは急いでナムルを仕上げていきます。えのきもやしともに水分が多いのでしっかりと絞っていきます。キッチンペーパーで絞っても素手で絞っても OK です。そうしたら味付けしていきましょう。今日はピリ辛ということで豆板醤を入れるので他の調味料をいつもより少し少なくしています。辛いのが苦手な方は豆板醤なしでも OK です。全体に混ぜ合わせたら器に盛り付けておきます。お味噌汁は味噌を溶いて仕上げます。それでは盛り付けていきましょう。今日はひき肉でやったのでこれはご飯の上にのせて丼にしても美味しいと思います。お味噌汁もよそってお盆に盛り付けたら今日の夜ご飯出来上がりです。実はこちら解凍しておいた鶏胸肉一口大に切ったやつと玉ねぎ、じゃがいも、きのこを使って味噌チーズ炒めにしたいと思います。これは一口大に切って塩麹につけておいたものです。ということで本日は節約には欠かせない胸肉レシピです。胸肉ってパサつくイメージがありますが塩麹につけることでしっとりと仕上がるので美味しく食べることができます。じゃがいもは皮を剥いて芽を取って玉ねぎと一緒に切っていきます。玉ねぎは大きめのくし切りにしていきます。じゃがいもは一口大に切ったらだいたいこのぐらいです。早く火が通るように先にレンジで加熱しておきます。続いて副菜に使う豆苗を切っていきます。豆苗は本当に年中同じ値段なのでありがたいですよね。今日はだいたい4分の3ぐらい使っていきます。残りはタッパーに水を入れて保存しておきます。水がなくなったら足すようにしています。豆苗は半分に切って一緒に入れるちくわも薄切りにしておきます。じゃがいもと玉ねぎは加熱が終わったら後で炒めるのでバットに出しておきます。そうしたらこちらのざる付き容器を使い回していきます。切っておいた豆苗を洗ってこちらをレンジで加熱します。ちくわは硬くなっちゃうので後ほど入れます。後でスムーズに調理できるようにきのこも出しておきます。豆苗は戻ってきたらしっかりと水気を切って冷ましておきます。味付けは後ほどしていきます。
それではスープから準備していきます。今日は豆腐とわかめのスープです。豆腐はいつも通りサイコロ状に切って調味料と一緒に温めておきます。解凍しておいた胸肉は胡椒と片栗粉をまぶしていきます。ちなみにこのバットは富士ホーローの S サイズのものなんですが、最近買って一番良かったものです。こんな感じで全体に白っぽくなれば OK です。豆苗が冷めたので先にこちら味付けしていきます。定番の塩昆布とごま油、この味付けにしておけば間違いなしです。さらにここに鰹節を入れてちょっと香ばしくしてみました。これもなかなか美味しかったです。全体に混ぜ合わせたら器に盛り付けておきます。スープは豆腐が温まったらわかめを追加して仕上げます。そうしたら先にメインに使う味噌だれを混ぜておきます。これは私の定番の味噌だれです。この味噌だれは本当に万能で、味噌味にしたいなーって時はこの配合で作るようにしてます。それでは焼いていきましょう。油を大さじ1くらい引いたら鶏肉から並べていきます。できるだけくっつかないように広げながら並べて、鶏肉を並べ終えたら切っておいた野菜も全部入れちゃいます。じゃがいもはできるだけフライパンに触れるようにするとしっかり焼き目がついて美味しくなります。すべて並べたら蓋をして3分蒸し焼きにします。3分経って焼き目がついたら裏返していきます。蒸し焼きにすることでじっくり火が通るので胸肉もパサつきにくいです。私はいつも胸肉の時は蒸し焼きにするようにしています。じゃがいもに火が通ったことを確認したら先ほど混ぜておいた味噌だれを絡めていきます。すでに美味しそうな色ですが、ここにチーズを好きなだけ入れていきます。この味噌チーズがめちゃくちゃ美味しいんですよね。火を止めて蓋をしてチーズが溶けたら出来上がりです。それでは盛り付けていきましょう。チーズがとろけて美味しそうです。チーズは私大好物なのでこれめちゃくちゃ美味しかったです。お好みでブラックペッパーをかけます。最後にスープをよそったら出来上がりです。本日はこちら鶏肉とピーマンを使って調味料2つでニンニクポン酢炒めにしたいと思います。今日は調味料2つだけで味が決まるおかずです。これたまたまポン酢とニンニク炒めたら美味しくて採用してみました。まずはピーマンを切っていきます。ピーマンは種を取ったら3等分にしていきます。炒めると結構小さくなるので大きめに切るのがポイントです。切り終えたらバットに入れておきます。続いて副菜に使うキャベツを切っていきます。副菜はキャベツのみ使うので今日はたっぷり8分の1じゃなくて4分の1使っていきます。キャベツはちぎってざる付き容器に入れたら洗ってレンジで加熱します。この容器3年ぐらい使ってるんですが、やっぱり副菜作りには欠かせません。ということでレンジで加熱しておきます。続いてスープに使う玉ねぎを準備します。今日はコンソメスープにするので玉ねぎは薄切りにしてえのきは半分に切っておきます。そうしたらお鍋に切っておいた材料を入れてコンソメと一緒に温めておきます。戻ってきたキャベツは後ほど絞りたいので水気を切って冷ましておきます。それではメインを作っていきましょう。解凍しておいたもも肉はドリップ液を拭き取って一口大に切っていきます。ありがたいことにこの桜島鶏2キロ丸々いただいたんですけど、国産の鶏肉ってやっぱめちゃくちゃ美味しいですね。プリプリで柔らかくて感動しちゃいました。一口大に切ったら塩コショウと片栗粉をまぶしておきます。そうしたらフライパンに油をひいてもも肉の皮の方から並べて焼いていきます。しっかりと焼き目をつけたかったので
キュッと押しながら並べました。空いているところにピーマンも入れてこのまま焼いていきます。蓋をせずに焼いて3分ほど焼いたら焼き目がついたので裏返します。こんがりといい焼き色。中まで火を通すためにここから3分蒸し焼きにします。その間にスープにはわかめを追加して仕上げておきます。そしてニンニクが溶けにくいので調味料も混ぜておきます。この計量カップだと大さじ3まで測れるのでこういう時も便利です。ニンニクを溶かすように混ぜ合わせたら準備 OK。 3分蒸したら一度全体に混ぜ合わせます。ピーマンこのぐらい焼けちゃうんですけど、これはこれで香ばしくて美味しかったです。跳ねそうなので一度火を止めて先ほど混ぜておいた調味料を入れていきます。もう一度火をつけたら全体に煮詰めるように絡めて出来上がりです。キャベツが冷めたので副菜も仕上げます。キャベツをしっかりと絞ったら今日はカレー味です。カレー粉と少しの醤油、マヨネーズを入れて混ぜ合わせます。カレー粉が結構辛いので調味料は少なめにしています。全体に混ぜ合わせたら出来上がりです。お皿に盛り付けておきます。プラスチック色ついちゃうのでこれはすぐ洗います。カレーはかなりすぐ色移りしてしまうので時間がなくてもカレーと人参の時だけはプラスチック容器は先に水で流すようにしています。最後に豆苗を収穫して残りは第2回目栽培しておきます。こちらは今日は生のまま添える野菜に使います。豆苗って生のままだと苦いのかなと思ってたんですけど意外と大丈夫でした。彩りのトマトを添えてスープをよそったら出来上がりです。本日はこちら冷凍の鮭を使ってバターコンソメにしたいと思います。こちら解凍するのでまずこちらから焼いていきます。今日は冷凍の鮭をそのまま使えるレシピです。まずは冷凍庫から出した鮭をフライパンに入れて解凍していきます。じっくりと焼きたいのでできるだけ一番小さい火にしてこのまま蒸していきます。お味噌汁用にだしパックを煮出したら残しておいた小松菜を5センチ幅に切ります。そうしたらメインで使うキャベツも洗っておきます。最終日にも使いたいので少し残しておきます。5分蒸した鮭はこんな感じ。周りが白っぽくなって焼き目がついたら裏返していきます。鮭を端に寄せたら油を追加して一緒に炒めるエリンギと洗っておいたキャベツをちぎって入れていきます。すべて野菜も入れたら鮭に中まで火を通したいので5分蒸し焼きにします。その間に副菜を準備しておきます。人参はちょっと傷んでるところがあったので今日は皮を剥いて使っていきます。そうしたら先に調味料を混ぜていきます。これはいつもごまドレッシングとして使うものなんですがごま油を少しだけ入れるのが美味しさのポイントです。調味料を混ぜ合わせたら千切りスライサーを使って人参ときゅうりを細切りしていきます。今日は 1.2 ミリのものを使っていてこれを使うとふわふわ人参ができるんですよね。すべて切り終えたら全体に混ぜ合わせて出来上がりです。器に盛り付けておきます。夏にぴったりガラス容器です。お味噌汁はだしパックを取り出して切っておいた小松菜を入れて温めます。5分蒸し焼きにして火が通ったので味付けしていきます。先にバターを入れて溶かしながら全体に混ぜ合わせます。後から入れるバターが濃厚になって美味しいです。バターが溶けたら最後にコンソメを入れて仕上げます。ちょっと野菜の味見をしながらお好みの濃さにしてください。お味噌汁は小松菜だけだと寂しいので卵を入れたいと思います。沸騰したところに溶き卵を入れて
20秒ほど待ってふわっと混ぜます。最後に火を止めて味噌を溶いたら出来上がりです。それでは盛り付けていきましょう。お魚の時はどうしても平べったくなってしまうので、お野菜なので高さを出してあげると見た目も良くなります。彩りのトマトを添えたら、それではいただきます。わかんないかも。いや、噛んだらちょっとこっちがわかるかも。同じ味付けなの？わかんないかも。わかんないわ。ちょっともうちょっとだったか。バターはあんだよな。そうだけどポン酢、キャベツでギリわかる？バター&マーガリン。バターじゃん。コンソメを入れたんだけど、コンソメもうちょっと入れた方が良かったね。まあバターだから美味しいけど。いいよ。これ美味しい。すごい美味しいでしょ。このごまだれ、私も自分ですごい美味しいと。黄金だれ。そう隠し味はごま油を入れてるってとこ。するとさ、ごまの風味がさすごい出るからさ。なるほどね。ちょっとだよ、小さじ1/2とか、マジそんぐらいだけどすごい美味しい。2人で小さじ1/2ぐらい。もう香るんだね、それだけ。ごま油は結構ね。本日はこちら鶏胸肉を使ってトンテキ風鶏テキにしていきたいと思います。一応こちらの私のレシピ本のこのページにも載っているレシピなのの味付けと同じなので、もし持っている方はこちらも参考にしてください。それでは最終日頑張っていきましょう。ということで、まずは副菜の準備をしていきます。今日はポテサラを作るので、じゃがいもを洗っていきます。ポテサラ大好きなんですが、なかなかじゃがいもが安くなくて、今週安かったのでやったと思って買ってみました。すべて皮を剥いたら芯を取るんですが、このピーラーは優しい力でも芽を取ることができます。ということで、じゃがいもは一つずつ皮を剥いて芽も取ったらラップに包んでレンジで加熱していきます。じゃがいもは大きさによって加熱時間が変わると思うんですが、100g2 つでだいたい3分ぐらいです。そうしたら一緒に入れるきゅうりと人参を準備します。きゅうりはスライサーで薄切りにして、今日は人参も余っていたので半分ぐらい入れたいと思います。今日は生のまま食べるので皮を剥いて、こちらもスライサーで薄切りにしていきます。人参ってあんま入れないかなと思うんですが、私の実家は入れるんですよね。ということで彩りも良くなるので入れていきます。塩を小さじ1/2入れて塩もみしたら10分置いておきます。そうしたら添えるようにと残しておいたキャベツを千切りにしていきます。ワンプレートにするときはレタスとかキャベツとか少しあるとすごく見た目が良くなります。千切りにしたら使うお皿に盛り付けておきます。それではスープから作っていきましょう。今日はもやしとわかめの中華スープです。調味料ともやしを入れて温めておきます。戻ってきたじゃがいもは串が通るかチェックして柔らかくなっていたらラップから出して水分を拭き取って潰していきます。これは温かいうちに潰すときれいに潰せます。マヨネーズと混ぜるので冷ましておきます。そうしたら鶏テキにする鶏胸肉を準備していきます。塩麹につけておいたので、まず厚さが均等になるように観音開きにしていきます。包丁を斜めに当てて開いたら叩いて平らにしていきます。手でできるかなと思ったんですが、なかなか平たくならなかったので綿棒で叩いていきます。できるだけ厚さを均等にしたいので、分厚いところをよく叩いてください。均等になったら半分にして2人分にします。そうしたら両面に片栗粉をまぶしていきます。これが衣代わりしっとり柔らかになるので多めにまぶしていきます。全体に白っぽくなったら OK です。そうしたらフライパンに大さじ1くらいの油をひいて
鶏肉を焼いていきます。こうやって平たくすると1枚の鶏肉がこの2倍分になるので、かなり節約かさ増しになると思います。焼いている間に片付けていきます。このまな板シートはくるくるっとしてポイッと捨てます。そうしたらタレも準備しておきましょう。このタレがまた絶品で、夫も胸肉だとは気づかないくらい美味しいと言っておりました。調味料をすべて入れたら混ぜておきます。鶏肉は2分くらい焼いて焼き目がついたら裏返します。あまり焼きすぎると硬くなってしまうので、短めに焼くのがポイントです。裏返したら残っていたえのきをほぐして入れて蒸し焼きにします。3分蒸し焼きにして火が通ったら味付けしていきます。えのきと鶏肉の味をちょっと分けたかったので、えのきに先に塩コショウをしてお皿に取り出しておきます。そうしたら混ぜておいたタレを入れて、火を強めて煮詰めながら全体に絡めていきます。この時ひっくり返しながら絡めることで全体にしっかりと味がつくので、こんな感じで返しながら 2,3 分煮詰めたら出来上がりです。最後にポテサラを仕上げます。塩もみしておいた野菜はしっかりと水気を切ってボウルに入れていきます。今日は和風ポテサラにするので、油を切ったツナ缶を入れていきます。個人的にこの味付け結構好きなんですよね。マヨネーズと鰹節を入れて全体に混ぜ合わせたら完成です。鰹節を入れることで出汁の旨味が出るのがポイントです。それではワンプレートに盛り付けていきましょう。スープにはわかめを追加して仕上げます。鶏出来は1枚だったので、食べやすいようにハサミで切っていきます。ただこれ1枚で盛り付けた方が見た目はボリューミーな感じになるので、お好みで調整してください。最後にたっぷりとタレをかけていただきます。はい、ということで今週もお疲れ様でした。気になった献立はありましたでしょうか？安い食材とか胸肉でも結構工夫次第で美味しくできるので、ぜひ気になったものをやってみてほしいなと思います。私的には金曜日の鶏テキ結構一押しなので、一度作ってみてもらいたいです。結構ね、豚肉みたいな見た目で味で食感でっていう感じなので、ぜひ試してみてください。そして料理がもっと楽になるメンバーシップも始めました。気になった方は概要欄チェックしてください。無料でレシピカード1回分も体験配布しているので、ぜひ見てもらえたらなと思います。皆さんお盆休みは何かしましたか？どこかに出かけましたか？私これから帰省なんですけれども、ちょっと長めに帰れるので、実家でゆっくりしたりお料理したり父の畑に行ったりしたいなと考えています。そんな様子もまたお届けできたらなと思っております。実家でも私のレシピ本を活用してくれてるみたいなので、私の手料理も振る舞ってこようかなと思っております。ということで今週も最後まで見てくださりありがとうございました。この動画が参考になったよ、よかったよって方はぜひチャンネル登録お願いします。それではまた来週の動画でお会いしましょう。